でね、4年間はそもそも無理だから、当然8年はやろうと思ってたんだけど、当たり前みたいにですね、なんか3期目やるとかいうことはね、良くないと思うんですよね。で、よくいるでしょ。群馬県にはいないけど、2期で辞めるとか、3期で辞めるとか約束して、ほとんど約束守らない人っているでしょ。首長でも。で、大体、じゃあ2期で辞めるっていう人がですよ、皆さん。3期やってもいいと思うけど、じゃあ説明しなきゃいけないじゃないですか。2期で辞めるって言ったのを3期でやる理由は、こういうことですっていう説明しなきゃいけないのに、なんかそういうこともなく2期で辞めるってなんか公約に書いてある人が3期目に出て4期目に出てみたいなことやるじゃないですか。群馬県にはいないと思いますよ。あとなんか公約を掲げて当選したのに、当選した後その公約やらない理由もまともに説明しない。こういうことをやるから政治家は信用されないんだと思うんですね。2025年2月4日の群馬県知事定例記者会見で3期目続投なのか支援者に心配され石丸伸二の再生の道と同じ2期4年も意識しつつ格闘家朝倉海の格闘精神まで解説してくれる群馬県知事山本一太さんの会見をご覧ください。やっぱり今年の夏に、次の2年後の知事選に出るかどうか決めるという話を、ずいぶん前の会見でやったわけですよね、去年。で、その後、迷ってるって言ったら、なんかいろんなインタビューに迷ってるっていうことが出たらですね、県内の私の支援者の人たちから非常に心配の声が上がって、お叱りの声も上がって、いい加減にしろみたいになってですね、やっぱり支持者の人は当然、これからも頑張って続けてくれるんだろうなみたいなありがたいいろいろお叱りも受けてるので、改めてちょっと今日いっぱいメールをくれたりとか電話くれたりとか会合でいろいろ申し入れをしていただいている、県民の皆さんに対して一言申し上げておきたいと思うんですけどね。やっぱりですね、知事は、手段なので、この看板を使って何度も言いますが、知事選に出た時も言ったんですけど、知事になること自体が目的じゃないんですよ。それが目的化したらいけないと思うんですよね。それから知事を続けることも目的じゃないんですね。やっぱり知事という看板を使って、この知事という看板があるからこうやって記者会見で知事会見ができるわけでしょ。知事という手段を使って、群馬県のためにどれだけいいことができるかっていうことがポイントなんですよ。でね、4年間はそもそも無理だから、当然8年はやろうと思ってたんだけど、じゃあ8年やった時にね、例えばなんとなく知事をめぐる、状況も落ち着いてきたりとか、なんかよくわかんないけど選挙基盤も固まってきたとか、選挙基盤なんて固まりません。もうルールが変わってきてるから、次出ても取るかどうかわかんないけど、だけどみんな例えば選挙も強いのにみたいな感じで、当たり前みたいにですね、なんか3期目やるとかいうことはね、良くないと思うんですよね。で、やっぱりね、迷うっていうことはとっても私は健全だと思ってるんで、本当に8年やって、じゃあ12年やったら8年でできないことができるのかどうかとか、こういうことは本気でやっぱり考えて悩んで、結論を出したいというふうに思って、いるんです。欠点だらけの知事ではありますが、私は本当に志を持って知事になったので、そんな、県民の皆さんにいい加減な形でですね、よくいるでしょう。群馬県にはいないけど、2期で辞めるとか、3期で辞めるとか約束して、ほとんど約束守らない人っているでしょう。首長でも。で、大体、じゃあ2期で辞めるっていう人がですよ、皆さん。3期やってもいいと思うけど、じゃあ説明しなきゃいけないじゃないですか。2期で辞めるって言ったのを3期でやる理由は、こういうことですっていう説明しなきゃいけないのに、なんかそういうこともなく2期で辞めるってなんか公約に書いてある人が3期目に出て4期目に出てみたいなことやるじゃないですか。群馬県にはいないと思いますよ。あとなんか公約を掲げて当選したのに、当選した後その公約やらない。で、やらない理由もまともに説明しない。こういうことをやるから政治家は信用されないんだと思うんですね。で、私はとにかくもう一回言いますが、政治姿勢としてお天道様の下でできないことはやらないっていうふうに決めてるし、欠点だらけですけど、やっぱり正直にできるだけまっすぐやろうと思ってるので、約束は守ると。いうことをこれからも貫いていきたいというふうに思いますが、そもそも最初から3期やるなんて言ってないんで、2期やるとか3期やるとか言ってないですから、だから、本当に群馬県のために自分がこれ以上例えば、
わかりませんよ、選挙取るかわかんないから。だけど12年やって、今自分がやろうとしていることがちゃんと前に進むのか、それが本当に県民のためになるのか、私より知事としてふさわしい人がいたらその人がやった方がいいんじゃないかとか、そういうところも全部考えながら、判断をしていきたいというふうに思っています。最後の最後に言いますが、まあこれは格闘技好きの人しかわからないと思うんですけど、少し前にですね、UFC っていう総合格闘技では、まあ最も、なんて言うんでしょうか、まあメジャーな団体、があるんですけど、UFC のフライ級のチャンピオンにですね、朝倉海っていうですね、まあ日本のまあホープが挑戦したんですよ。相手がパントージャっていうね、UFC のフライ級のチャンピオンなんですよ。で、この試合、朝倉海選手が残念ながら負けたんですよね。パントージャってすごい強いチャンピオンなのね。で、立ち技も強いけど、寝技が強いんですよね、皆さん。寝技が強いんですよ。なんで朝倉海が負けたのか。朝倉海は、やっぱり立ち技の切れ味で言うと、本当に素晴らしいものがあるんですけど、転んだら、絶対パントージャに絡み取られるから、腰が入らないんですよ。まあ、転んだ場合のことを考えてるから、パンチの踏み込みが甘いんですよ。政治家も私は全く同じだと思ってて、最初からなんか知事になることが目的で、この人は選挙に勝つことが目的なんだからこうするだろうみたいなやつは、やっぱりね、迫力ないじゃないですか。本当にやりたいことのためには、なんか前のめりです。転んでも、寝技ができるっていうかね、やっぱりやらないっていうオプションもないとですね、そもそも勝負できないと思ってるので、つまんない話ですが、格闘技ファンとしては、いつもパントージャと朝倉海の試合を見ながら思ってるんですよね。そもそも、なんか最初から、なんて言うんでしょうか。覚悟がねえと、転んでも勝てるっていう、そういうのがないとですね、そもそも、知事として言ってることに説得力がないんで、もう裏返しをすると、そのぐらいのやっぱり、覚悟でずっと知事をやってきましたので、そこだけは、いわゆる周りの方々、県議の皆さんにも、もちろん誤解されてないと思いますけど、やると決めたことは、もう一回言いますが、どんな犠牲を払ってもやりますので、そのために知事になったので、そのこともちょっと申し上げて、今日大体こういうこと宮村さんが聞いてくれるんですけど、聞かないから、で、聞かないんで、なんか散々みんなから怒られちゃって、昨日もメールで、なんか、群馬県民を見捨てるのか見捨てるのかなんて、こんな、なんか、欠点だらけの知事にそんなこと言ってもらうっていうのは嬉しいんですけど、もう一回言いますが、本気で迷ってるんで、どっちにするか、ギリギリまで考えて、それから世論調査もやって、講演会の皆さんのお話も聞いて、それで決めたいというふうに思っています。万が一知事を辞めることがあってもですね、群馬県にいろんな形で貢献もできると思いますし、そういう気持ちはずっと持ちながら、頑張っていきたいと思います。もう一回言いますが、やる可能性も随分ありますから、一応皆さん心配しないで、見守っていただければというふうに思います。今日申し上げたこの予算、これからの群馬県の将来にものすごく大事な予算なんで、これなんとか県議会を通してですね、さらなる一歩を踏み出したいと思いますので、ぜひ県民の皆さん、この群馬県の新たな挑戦を応援していただければというふうに思います。最後の最後に申し上げますが、今日は長くなりましたけど、前回本当に申し訳ありませんでした。皆さんも真剣勝負で記者の人もやってきてるのに、途中でなんか切り上げるみたいなことして反省してますが、次回からはそういうことがないように、ちゃんと、あんまり長くできないときは、きちっと幹事社に伝えてですね、やらせていただきますので、また次の記者会見にも皆さんお忙しいと思いますが、必ず顔を出していただけると、ありがたいと思います。またちょっとなんか、興奮して大演説になっちゃったんで、次回から気をつけたいと思います。以上で定例会見を終わりたいと思います。ありがとうございました。皆さん今回の動画はいかがだったでしょうか。ここまで熱く政治を語れる山本一太知事は群馬県民にとって誇らしいですね。私も群馬県に引っ越ししようかなと思いました。今回の動画の感想をコメント欄に記載いただきますと幸いです。チャンネル登録良いねもよろしければお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。